Welcome to リンヤマンチャンネル。昨日試合を終えて、今日無事、先ほど日本に帰ってきました。皆さん日本から朝早かったと思いますけど、応援の方、本当にありがとうございました。結果は判定負けということで、キャリア初の黒星ついてしまいました。ガフロフ選手すごい強かったし、自分にとっても本当久々に相手が勝ってすごい学びの多い結果となりました。これを糧に必ず最後は一番高いところまで登れるようにしっかり一個一個積み上げていきたいと思ってますので、皆さん今後とも応援のほどよろしくお願いします。試合内容というか、前回の試合が終わってからの振り返りにちょっとなりますけど、これまで2連続判定勝ちが続いてて、この試合に向けてっていうのはすごく勝ち方を意識してました。ガフロフ相手とか関係なく、前回の試合終わった時点で、次はしっかり勝ち方を決めようっていうので、フィニッシュしようっていうので、その辺を意識して、今までの、レスリングでガーっていくスタイルっていうのも、勝ちに徹するにはいいけど、なんか自分の中では物足りないと思ってたんで、バージョンアップして試合に臨もうと思ってて、いろいろ取り組んでいく中で体の動きとか、まずは骨折したところの治癒と同時に体の動きとか、表現したい体を作るっていうことに力を注いで、その後拳が治ってからアメリカントップチームに行って、そこで結構課題ががっつり見つかったというか、フック系の選手にはちょっと自分の構えがでっちりなんで、タックルはいいけどフック系の選手にはすごい振られちゃって弱いなっていうのをすごい感じてたんで、ここはすごいいい課題を修正する相手をいただいたなと思って取り組んでました。今までのレスリングのちょっと前傾気味の姿勢っていうのを変えて、ちょっとムエタイの技術を入れたりとかして、打撃でいう遠距離攻撃のミドルをしっかり当てて、相手に来させようっていう展開にしようと思ってたんですけど、来てくれればその中でカウンターだったり、タックル、膝も狙っていけるなっていうプランで正直望んでました。技術的なことを言うと、タックルに状態を起こした軸でスパーを行ったりすることで、タックルの成功率が下がるとかそういうことに違和感を感じてたんですけど、でも同時にその左ミドルの身体操作とかそういう奥深さみたいなものにすごくハマっていって、これを身につければ絶対すごい武器になるなって思ったりとか、こういう技をしっかり軸に戦える選手にもなりたいと思ってたので、これはすごい必要なことだなと思って取り組んでました。アメリカントップチームから帰ってきて11月、12月、結構左ミドルを完成させるのに時間がかかったりして、それでも、最後まで自分はギリギリでも仕上げるっていう自信があったし、逆にその自信は根拠のないものだけど、そういう自分を育てすぎてしまったのかなっていう準備の段階で。やっぱ新しいことに取り組んでったので、ちょっとレスリングに対する自信っていうものも練習においては、なくなってきてたのかなっていうふうに思いました。考えれば当然で、やっぱ今までタックル入るための軸で作っていたものが、ちょっと蹴るための軸っていう作りっていう方に変わってしまっていたので、そこのズレからタックルにスムーズに移行できないなっていうことだったんですけど、でもそんな中でも、俺はこの格闘技を完成させたいんだっていう思いもやっぱ頑固で強かったし、レスリングがうまくいかない、自信がなくなってきたっていうことをなかなか周りに打ち明けたりとかすることがちょっとできなかったですね、今回。でもその変わり始めだから、そこの軸がスムーズでいかないのであって、慣れてくればそこで楽できるようになればしっかり動けるようになると思って信じてやってたので、
12月下旬ぐらいには、その軸でしっかり楽に動けるようになってきたので、よしよし、これ来たかなっていうふうに思ってたんですけど、やっぱタックルにはなかなかうまくつながらず、今回やっぱそこの自信がかなり薄くなってしまっていたのが全てなのかなっていうふうに思いますね。ガフロフ選手がパンチが強い選手っていうことで、来るっていう展開をミドルで止めるっていうことを意識して練習してて、でそこでその距離を嫌がって前に出てくるところに仕掛けを張っていたりっていうことをしてたんですけど、やっぱ展開も思ってたようにはいかず、距離がなかなかつまらないなっていう自分から行きたいときは、そういう時のシチュエーションで用意しているものがあまりにも体に染みついてなかったなっていうところですね。具体的なところを挙げたらちょっと他にもキリはないんですけど、大まかに言うと蹴りで作ろうとして軸を変えてしまった。でもそこを信じてやれるかなっていうふうには思ってたんですけど、このレベルになれば当然そうやって短期間で作り上げたものなんかはぶち破られるんだっていうふうに分かったし、実際に一発目はミドル蹴っても二発目三発目って相手がキャッチするような仕草を見せた時にレスリングに自信がなくなってきてるんで、キャッチされたくないっていうふうに思ってしまった。ただ、やっぱ自分の20年やってきたレスリングっていうものを信じ続けないとこの世界では絶対勝っていけないし、逆にスクランブルのスピードだったり反応、重心の読み取る嗅覚とか見極める力っていうのは、やっぱ一番持ってると思うんで、そこはしっかり活かして絶対に誰が相手でも大丈夫だっていう自信を持って準備していかないといけないかなっていうふうに改めて思いました。その上でそこをベースに何を付け加えていけるかっていうことを本来はしなくちゃいけなかったんですけど、軸っていうそのものにとらわれすぎて自分軸がなくなってしまっていたかなっていう、見たいものだけ見てた時期だったのかなっていうふうに思いますね。反省点あげたらきりないんですけど、でも本当に大事なものを思い出せた、と思うし、チームでも話したし、こういうことがあれば今後こういう相手とやった時はいいよねとか、まだまだいろんなタイプの相手がいますけど、今までこの短期間やってきた蹴りの取り組みだったりっていうのはイメージを変えてまた自分で取り入れられるように続けていくつもりですし、まだまだこの自分の理想の格闘技っていうものに近づくために練習を積んでいかなきゃなと思ってます。それが表現できた時はすごくいい結果が必ず出るっていうふうに思ってますし、皆さんを興奮させられるような、心の底から奮い立たせられるような試合ができると本当に思ってますので、皆さんもぜひ良ければ今後とも応援のほどよろしくお願いします。皆さんご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。This guy's so